こんにちは、アロチチです。今回は大塚国際美術館にやってきました。入り口は地下4階です。地下3階から地上2階まで、各階ごとに時代に沿って世界中の名画を鑑賞できます。館内を見る前にフロアマップをゲットして、そして音声ガイドもレンタルしました。それでは館内を見ていきます。まず地下3階の古代中世の始まりのエリアからです。最初はシスティナホールです。有名なバチカンの礼拝堂が原寸大で再現されています。以前バチカンで実物を見たことがあります。礼拝堂内部は撮影禁止だったので内部の写真は残っていませんが、確かに何とも言えぬほど壮大だったのを覚えています。こちらは秘儀の間です。実物はイタリアのポンペイにあり、ベスビオ山の噴火で埋もれていたのが発掘されました。ポンペイレッドと呼ばれる鮮やかな赤色の背景が特徴です。イタリア旅行の際にツアーでポンペイにも立ち寄りました。その時実際に秘儀の間を見ました。今でも鮮やかな色彩を見ることができます。並べてみるとその再現度がよくわかります。続いてやってきたのは貝殻のヴィーナスです。こちらもポンペイ遺跡にあるフレスコ画です。ポンペイ遺跡で見たような気もしますが、写真が残っていないので記憶が曖昧です。次はスクロベーニ礼拝堂です。イタリアのパドバにあるこの礼拝堂は見学が15分に制限されているそうですが、ここでは時間を気にせずゆっくりと見学できます。それ以外にも古代中世の多くの作品を見ることができました。こちらはトルコのカッパドギアにあるセントテオドール聖堂です。現地には行ったことがないので美術品を見るというより体験するという感覚でした。次は地下2階に移動します。この階はルネサンスとバロックの時代がテーマです。有名な巨匠たちの作品がテーマごとの小部屋に分かれて展示されていました。この部屋は受胎告知に関する作品が集められていました。どれも有名な絵で雑誌などで見たことがあります。このエリアではボッティチェッティの作品が飾られており、有名なのがラ・プリマベーラと、そしてヴィーナスの誕生ですね。
これらの絵も以前のイタリア旅行でフィレンツェに行った時にツアーでフツ美術館を見学してオリジナルを見ました。ちゃんとは覚えてなかったけど、この部屋にもルネサンス時代の絵画が展示されていました。オリジナルはニューヨークのメトロポリタン美術館だそうです。そして大人気だったのがモナリザです。フランスは行ったことがないですが、ここで見てもオーラを感じました。そして有名な最後の晩餐も見ることができました。ここでは修正前の状態と修正後の状態が向かい合わせで見ることができました。フェルメールの作品も多く飾られていました。特に真珠の耳飾りの少女が有名ですが、オリジナルはオランダのハーグにあるマウリッツハイス美術館にあります。ここも以前ツアーで行ってました。この美術館も撮影 OK だったので、昔スマホで撮った写真が残ってました。オリジナルは昔の写真なので画質差はありますが、額縁まで完璧に再現されています。これ以外にも見応えのある絵が多く展示されており、このフロアだけでもじっくり見ると何時間もかかってしまいます。ここにはモネの大睡蓮の屋外展示がされています。ベストシーズンの7月頃には実際に咲く睡蓮の花を楽しむことができるそうです。地下1階にやってきました。ここではバロック様式から近代の作品が展示されています。ここの目玉はゴッホの7つのひまわりが全て見れることでしょう。この豪華さはここでしか見れません。それでは順に見ていきます。ひまわりの最初の作品でアメリカの個人が所蔵だそうです。その他にこのフロアでも貴重な体験なので順番に見て回りました。最後は1階と2階を見に来ました。ピカソなどの現代の作品が展示されていました。
大塚国際美術館では世界中の名画を一度に楽しめるとても貴重な体験ができました。日本の美術館は撮影禁止がほとんどですが、ここではどれも撮影可能で陶器に焼き付けられているため触ることもできます。しかも陶器と思えないほどオリジナルが忠実に再現されていました。動画をご覧いただきありがとうございました。次回も四国旅行の様子をご紹介する予定です。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。